キルにも強いものから微妙なものまで色々あるよな。今回はモンスターを圧倒したぶっ壊れスキルを振り返っていく。君の思い出のスキルもあるかもしれないな。スキル構成が難しいわね。スキル構成で悩んでるのか。なかなか噛み合わないのよね。これ一つあれば最強みたいなスキルないかしら。そんな都合のいいものがあるわけないだろ。と言いたいところだが、過去にはそういうスキルもあったぜ。実在したの？じゃあ、今回は歴代モンハンに存在したぶっ壊れスキルたちを紹介してやろう。お願いするわ。最初に紹介するスキルはモンハン G をはじめとする多くのシリーズで猛威を振るった匠だぜ。スキルポイント10で切れ味プラス1の効果が発動する。難しい話はわかんないけど、切れ味プラス1って何？文字通り武器の切れ味ゲージを向上させてくれるスキルだぜ。ゲージの色が変わる武器と組み合わせると特に強力だったんだ。どうして強力なの？切れ味補正という概念が関わってくる。切れ味の色に応じて、武器の攻撃力には倍率がかかっているんだ。モンハン G の場合、切れ味ゲージが白だとダメージが 1.5 倍になるから特に強力だったんだ。1.5 倍って、すごいわね。その後のシリーズでは切れ味の補正値が減少したり、新たに紫ゲージが登場したりと、少しずつ調整されていったぜ。切れ味にも歴史があるのね。切れ味は倍率で補正がかかるから調整が難しかったんだろうな。モンハン G の頃は、まだ攻撃スキルの種類が少なかったこともあって、切れ味プラス1は人気のスキルだったぜ。そんなのあったら私だってつけるもん。そんな匠だが、クロスで大きな転換点が訪れた。新たに切れ味プラス2が登場したんだ。さらに強力になったの？いや、効果を分割した感じだな。切れ味プラス2がこれまでと同じ効果になり、切れ味プラス1は半分の効果になった。この強力なスキルを分割するという手法は、後のワールドでさらに使われるようになるぜ。このスキル、今もあるの？ライズでは切れ味プラス1の名称は消え、匠という形で続投しているぜ。切れ味の増加量が細分化されたから、切れ味をキープするスキルと組み合わせなきゃいけなくなったけどな。強靭研磨や達人芸など、切れ味消費を抑えるスキルと合わせての運用が必要だ。スキルの強さとしては、ちょうどいいくらいに落ち着いてるのね。セカンド G では、過去作に君臨した匠、元井、切れ味プラス1の完全上位互換スキルが登場したぜ。弱体化するとかじゃなく、さらに強いスキルが出てきたの？完全に予想の斜め上なんだけど、その名もスキル名、東証だ。スキルポイント10で真打ちという効果が発動する。これはセカンド G から登場した、剣士用の複合スキルだぜ。複合スキル？複数のスキル効果を持つスキルのことだぜ。発動は難しいが、その分強力だ。なるほどね。真打ちはどんな効果だったの？驚くなかれ、さっき紹介した切れ味プラス1と攻撃力アップ大だぜ。ミラルーツ装備で発動できたんだが、この装備はスロットの数も多かったんだ。組み合わせによっては会心率を上げる見切りスキルなども詰めたんだ。ぶっ壊れスキルを内包した超ぶっ壊れスキルね。霊夢の感想通り、剣士にとっては最強の攻撃系スキルで、一つの到達点だったな。登場してから 4G に至るまで、剣士最強スキルの座に君臨し続けたくらいだ。クロス以降はどうなったの？さっきも説明したが、クロスでは切れ味プラス2が登場し、切れ味プラス1の効果が実質半減したんだ。真打ちに含まれる切れ味プラス1の効果も半減してしまい、かつてほどの人気はなくなってしまった。さらに、ワールド以降はスキルシステムが一新されて、東証を含む多くの複合スキルが姿を消したぜ。あったら使いたかったのに残念。セカンド G には他にもぶっ壊れスキルが存在する。ガンナー用のスキル自動装填で、発動効果の名称も自動装填だ。ボウガン用のスキルで、一度装填した弾をリロードなしで弾切れまで撃ち尽くすことができるようになる。リロードする時間を攻撃に使えるってことかしら？まあ、そういうことだな。デメリットとして反動が大きくなってしまうが、通常弾と属性弾は反動なしで撃てたんだ。そしてこの自動装填の仕様と悪魔的に噛み合ってしまったのがラオシャンロン砲シリーズだ。ラオシャンロンのヘビーボウガンで、最終強化ではラオシャンロン砲、極みになる。自動装填とラオシャンロン砲ってそんなに相性良かったの？ラオシャンロン砲の特徴は非常に高い攻撃力と3種の属性弾を扱えることだ。属性弾はセカンド G で強化されていたし、その威力は武器攻撃力の半分で計算されていた。高火力なラオシャンロン砲なら属性弾も強いのね。ただし、ラオシャンロン砲は装填弾数が少なく、リロード速度も遅いという弱点があったんだが、気づいたか。ラオシャンロン砲の弱点は、自動装填のスキルでほぼ完全にカバーできてしまうんだ。多少の立ち回りと自動装填&ラオシャンロン砲があれば、モンスターを軽くひねれてしまう。そこまで強力だったの？
怪武器のラオシャンロン砲でも、スキルさえ整っていれば上位どころか G 級も射程圏内だったぜ。その恐ろしいほどの火力が話題になり、自動装填&ラオシャンロン砲の組み合わせはラオウトと呼ばれたんだ。ラオシャンロン砲。恐るべし。この強さはさすがにまずかったのか。自動装填のスキルは以降の作品では登場しなかったぜ。まあ、続投させられないわよね。セカンド G にはさらなるぶっ壊れスキルも存在したぜ。猛威を振るった上に、体験使いのメインストリームとなったスキル、抜刀術だ。スキル名も発動効果の名称も抜刀術だぜ。セカンド G、ぶっ壊れスキル多すぎない？で、抜刀術って何なの？抜刀時の攻撃が 100% 会心になるんだ。会心率プラス 100% ではなく、会心率がマイナスの武器であっても 100% 会心になるということだ。なんでそれが体験と相性がいいの？今はだいぶ変わったが、当時の体験の戦法は抜刀攻撃メインだったんだぜ。抜刀攻撃から横に転がって納刀、ダッシュで対比、というサイクルを繰り返す武器だったんだ。抜刀コロリンと呼ばれたこの戦闘スタイルは、抜刀術ととても相性が良かった。抜刀ため切りにも会心が乗るしな。合点がいったわ。じゃあ、会心率マイナスだけど超強い武器でそれをやればいいのね。まさにその通りで、核王剣アーチェラートという武器に白羽の矢が立ったんだぜ。この武器は会心率がマイナス 15% だが攻撃力が最強レベルに高い。おまけにさっき紹介した切れ味プラス1で、切れ味ゲージを紫まで発現できたんだ。難しいことはわからないけど、とんでもなく強いことだけはわかるわ。想像の通り、抜刀術&核王剣アーチェラートの組み合わせは超強力でな。抜刀アーキという呼称がプレイヤーの間に広まるほどだったぜ。ラオウトみたいに猛威を振るったのね。じゃあ、このスキルも廃止になったの？分裂したぜ。トライから、会心が上昇する抜刀術、技、と、元気スタン蓄積効果が付与される抜刀術、力、に分かれたんだ。もともとスタンを狙う武器でもないから、力の方はそこまで重視されなかったな。技の方は必ず会心ではなく、会心率プラス 100% に変更になったが、体験のメインスキルの座は揺るがなかった。抜刀術技、切れ味プラス1、集中は、後のシリーズでも体験3種と呼ばれるほどに定着したんだ。三種の神器みたいな言い方ね。本当に強かったからな。今は抜刀攻撃が弱体化して新ため切りが強くなってるから、このスキルはそこまで重視されなくなってるぜ。だが、長いこと体験のスキル構成、戦闘スタイルに影響したことは確かだな。体験も色々あったのね。セカンド G が長くなったが、次のぶっ壊れスキルは 4G で登場した。今までは火力に関わるものがメインだったが、今度は別の方向からのぶっ壊れスキルだぜ。別方向？ということで、次に紹介するのは 4G で初登場した竹食だ。発動効果は、キノコ大好きだぜ。キノコ大好き？キノコを食べることでアイテムの効果を得られるんだ。例を挙げると、青キノコは回復薬、くたびれ竹は強壮薬、マンドラゴラは飛躍の効果があった。かなり豪華ね。当時は調合が面倒だったから、キノコで恩恵が得られるのはありがたかったぜ。くたびれだけは10個持ち込めるから、双剣や弓のようなスタミナ消費が激しい武器からは特に人気だったな。キノコは友人問屋で簡単に増やすことができる分、アイテムが枯渇する心配もほとんどないのも大きい。調達が楽なのもいいわね。さらに、4G の G 級大名槌のクエストには、アイテム持ち込み禁止のクエストがあったんだ。難しい条件だったが、このスキルがあればその辺の青キノコで回復できた。たくましいわね。さらに、4シリーズには、マリオキノコ好きブラザーズというコラボクエストがあった。このクエストの報酬では、マリオでおなじみのスーパーキノコがもらえるんだ。主に素材として使うんだが、キノコ大好きを発動させていれば食べることもできた。どんな効果だったの？回復薬グレートの効果だぜ。しかも、最大で99個まで持ち込めたんだ。イベントクエストを周回してスーパーキノコを貯めておけば、回復が尽きることはなかった。羨ましいんだけど、さらにスキル発動条件も軽くて、装飾品をスロットでこと足りたんだ。便利かつ手軽すぎて、スキル依存症ならぬ、キノコ依存症になる人が多かったぜ。そんなスキルあったら私だってどっぷり使ってるわ。だが、ワールドからはスキルの発動が重たくなった。スキルレベルが3段階まで用意され、1だと青キノコ程度しか食べられない。さらに調合システムが簡略化されて飛躍も使いやすくなったため、そこまで強いスキルではなくなったぜ。ただ、一部の弓使いは、モスフェイクとドーベルアームを装備してキノコを食べていたな。一部の人が使うスキルになっちゃったのね。ライズでもキノコ大好きは続投しているが、非常に重たいスキルだ。スキルを持っているのはコントンシリーズのみだし、装飾品のレベルも3だ。残念ながらモスフェイクも存在しない。使いやすかったら盛り込もうかと思ったのに、残念だわ。
次はクロスから登場したぶっ壊れスキルだが、前置きをさせてもらう。さっきも紹介したが、クロスは匠の発動段階が調整され、切れ味プラス2という効果が新設された。これまでの切れ味プラス1の効果が半分になっちゃったのよね。よく覚えているじゃないか。次に紹介するぶっ壊れスキルは、弱体化した匠と入れ替わりで台頭したスキルだぜ。それがこちら、クロスから登場したスキル、会心強化だぜ。会心が発動した際のダメージを上げるスキルだ。会心攻撃の威力が上がるってことよね。そういうことだぜ。弱体化した匠よりも、会心強化、もとい、超会心による威力上昇の方に注目が集まったんだ。これにより、会心率を上げるスキルと超会心の組み合わせが一気に台頭したんだぜ。さっき紹介した体験3種も、超会心、抜刀術技、集中、に変わったほどだ。剣士界の常識がひっくり返ったのね。強力ゆえに弱体化されるかと思われたが、超会心は後のシリーズでも優遇されていく。ダブルクロスでは装飾品が追加され、発動のハードルが下がった。ワールドとアイスボーンでも、強力な性能の割に容易に組み込める仕様になっていたな。さらに、会心率を上げるスキルも増えたから、超会心の価値もぐんぐん上がっていったんだ。ライズではどうなの？ライズでも強力なスキルの一つだぜ。会心率が高いナルガ武器との相性がいいから、会心特化装備の中心的なスキルになっている。私も今度作ってみようかしら。今度はワールドで登場したスキルたちだぜ。その名も、無属性強化だ。無属性？属性を持たない武器の攻撃力を上昇させるスキルだぜ。無属性武器の攻撃に、1.1 倍の倍率がかかるようになる。すべての攻撃に倍率がかかる上に、装飾品1個で発動できる。それ、かなり強くない？めちゃくちゃ強かったぜ。ワールドが物理一辺倒の環境になった原因の一つと言われている。シンプルな効果だけど、ぶっ壊れだったのね。公式もこのゲームバランスをどうにかしようとしていて、アイスボーンでは無属性強化の倍率は、1.05 倍に下がった。このスキル調整の内容は、アイスボーン発売前の公式の動画で紹介されたんだ。発売前のゲームの告知で紹介するって、よっぽどね。で、属性武器は使ってもらえたの？残念ながら物理環境は変わらなかった。原因は無属性強化だけではなかったし、少し調整したところで焼け石に水だったんだ。難しい話ね。個人的には、属性武器をコレクションして、相手に合わせて使い分けたいんだけどな。当然だが、ライズに無属性強化のスキルは登場していないぜ。続投させたらさすがにまずいもんね。次は弾強化、矢強化系スキルだぜ。特定の弾や矢の威力を上げてくれるスキルだ。通常とか貫通とか？そうだぜ。該当する種類の弾、矢であれば威力に最低でも 1.1 倍の倍率がかかる。スキル自体は昔から存在していたんだが、ワールドでは破格の性能に変わった。倍率が上がったの？スキルシステムの一新もあって、発動が容易になったんだ。昔は、装填、反動、耳栓など、付けたいスキルが多くあったから、弾、矢強化にポイントを回しづらかった。それがワールドでは、装飾品1個で発動できたんだ。3スロー1つ消費するだけで 1.1 倍のダメージ倍率がかかる、という破格の性能になったんだぜ。しかも、アイスボーンでは、レベル2が追加されダメージ倍率は 1.2 倍まで伸ばせるようになった。まあ、装飾品のレア度が高かったから、物欲センサーに苦しめられた人もいただろうけどな。罪深いわね。ライズではレベルと倍率が細かくなり、レベル3で 1.2 倍になったぜ。だが、力の5増やつめ、鬼人薬などのバフを含めた数値にも、倍率がかかるようになり効果は強化されたな。お手軽さはなくなったが、弓やボウガンを使う際の必須スキルになっているぜ。重くなった分、強くもなったってことかしら。ちなみに、過去には射手というスキルもあった。発動効果は合弾という名前で、すべての種類の弾を強化する複合スキルだったぜ。ガンナー版真打ちのようなスキルだが、こちらはあまり活躍しなかったな。強そうなのに、どうして？複数の種類の弾、矢を使う場面ってそんなに多くないんだ。あまり頭角を表せないうちに、スキルシステムの一新で消滅してしまった。幅広くカバーしてればいいってわけじゃないのね。最後に紹介するスキルは体力増強だ。ダブルクロスまでは体力というスキルだったが、仕様と名称が変更された。文字通り最大体力を上げるスキルで、レベル1で15、2で30、3なら50も上がる。猫飯食べればよくない？ダブルクロスまでならその通りなんだが、ワールドの体力増強は仕様が違っていてな。なんと、猫飯の体力増加とは別に加算されるんだ。猫飯で150まで上げた体力を、さらに200まで上げられる。これにより、本来なら落ちるような攻撃を食らっても生き残ることが可能になるんだ。体力が増えすぎるからぶっ壊れってこと？
生存率が段違いに上がったからな。ワールドでは一部の強力なモンスターを相手にする時以外は、積む必要性もなかったんだが、アイスボーンではこの体力増強スキルがぶっ壊れ、元い、必須レベルになったんだ。どういうこと？アイスボーンでは、G 級に相当する難易度のマスターランクが追加された。当たり前だが、マスターランクのモンスターは攻撃力が上昇しているんだ。だが、モンスターたちの攻撃力に防具の強化上限が追いついていなかったんだぜ。体力増強がないとすぐにやられちゃうの？そういう状況が多かったな。猫飯を食った体力150の状態でも、強モンスターの攻撃一発で落ちてしまうこともあったからな。体力増強をつけること前提で難易度調整をしていたとしても驚かないレベルだったぜ。そうなの？そのためか、完全新規ユーザーに配布された、ガーディアン装備にも体力増強レベル3がついているぜ。配布装備に搭載されてるってことは、そういうことよね。歴代モンハンに存在したぶっ壊れスキルは異常だ。強いスキルは歓迎なんだが、強すぎるのも考えものだぜ。みんなが同じスキルになってしまうと面白みに欠けるからな。私は歓迎だけどね。そういえば、ライズにぶっ壊れスキルは存在しないの？ライズにはぶっ壊れレベルのスキルは登場していないな。最後に紹介した体力増強スキルも、人玉取りの登場で消滅しているしな。ただ、スロ1のスキルの内容が変わって、装填速度、反動軽減、気絶無効などの価値は上がっているがな。程よい感じになってるのね。今後どうなっていくかはわからないが、現状はそういう感じだぜ。でも、今後ぶっ壊れスキルが出てきたら遠慮なく乗っからせてもらうわ。モンスターを一撃で討伐できるような強力なのがいいわね。それはスキルじゃなくてチートだろ。今回紹介したスキルを使ったことある人は高評価を。今後もいろんな角度からモンハン動画を作っていくから、チャンネル登録もよろしくな。強かったスキルや好きだったスキルがあったらコメントで教えてね。ご視聴、ありがとうございました。モンハンライズでライトボウガンを使っている人も多いだろう。ライトボウガンを使っているなら、残烈弾と鉄鋼榴弾の威力も知っているんじゃないか？モンスターを圧倒できるその威力で、モンハンシリーズでも際立った活躍を見せている。どうして残烈弾と鉄鋼榴弾が強いんだろう？その理由について、語っていくとしようじゃないか。次回、ライトボウガンはなぜ、残烈弾、鉄鋼榴弾環境になったのか、ゆっくり見ていってね。